皆さんこんにちは。モアエデュケーションのまきです。今日は UCL に通うランコさんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまず簡単に自己紹介お願いします。はい。今 UCL のちょうど1年生を終えて、帰国中なんですけれども、哲学、政治学、経済学っていう PPE っていう風な学問を学んでいます。ランコと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ランコさんは高校を日本で卒業してからイギリスの大学に正規で留学されているので、その日本の高校からイギリスの大学に行く、そのプロセスだったりとか、そういったところと、あとは奨学金を獲得していかれているので、そこの申請のこととかについても聞いていきたいと思います。まず留学しようと思ったきっかけ教えてください。そうですね。なんかあまり一つのきっかけがあったわけじゃなくって、なんか小学生の時からなぜか親とか祖父母がなんか海外の大学行くのも面白いよねみたいな感じで、なんか漠然となんですけれども、多分あんまり本気で言ったわけじゃないとは思うんですけど、そういうことを聞かされてきて、でそういうこともあってなんかすごい漠然となんですけど、小学生の高学年頃から海外の大学に行くのも面白そうだなっていうふうに思い始めて、でそれで入学した中高がその一貫校だったんですけれども、結構海外との交流とか英語の教育とかに力を入れてるような学校で、自然となんか海外の大学に行くっていうのもなんかありえないことじゃないというか、選択肢の一つではあるんだなっていうことを実感し始めて、実際に行きたい気持ちが募っていったっていうような感じです。じゃあご家族とかは留学経験されてて、その海外の大学いいんじゃないって言ったのか、全くそういうわけではなくて、特にその親も海外経験がすごい長くあるとかはなくて、ただ母がもうちょっと小学生の時に亡くなってるんですけども、多分聞いた話によると大学生の時に数ヶ月間だけ留学に行ってたことがあるっていうのは聞いてて、それもあってもしかしたら祖父母とかもなんかそれを受けて、なんか孫にも行ってほしいじゃないですけど、そういうのもしかしたらあるのかなって思ったりはするんですけど。そうなんですね。私の母も大学院でアメリカ行ってるので、それ母の場合は、もう明確に自分が言ってたから子供に行かせようみたいな感じであったので、もしかしたらあるかもしれない。なるほど。その中高、その一貫校も地元の学校に行かれてて、でそこではIB を勉強されてたんですよね。それもそこを選んだ決め手はその海外大学行きやすいとかそういうのあったんですか？そうですね。なんかこの学校が私の家から徒歩10分ぐらいのところにある学校で、もともと高校だったのが私が入る2年前とかに中高一貫になって IB を始めたような学校で、ちょうどその小学校4年生5年生の時にそういう中高一貫になるっていう話を聞いた時に、近いしなんか海外の大学に行きやすいみたいな噂だから、ちょっと受けてみようかなっていうふうに思ったっていうのが大きくて、近くなかったら正直行ってなかったかなっていうのはあって、そうなんですね。じゃあなんかそこまですごいモチベがあったっていうよりは、なんか近いしいい感じだからちょっと受けてみようっていうふうな感じくらいのノリではあったんですけど、運的要素もそうですね。もしそれがなんか1時間ぐらい遠いとこにあったら、わざわざ UCL にいなかったかなっていう感じがして、面白い。そうですね。IB の授業はもう全部英語ですか？いや、私の学校は日本語 IB って言って2教科だけその英語で取って、あとは全部その授業も試験も日本語っていう風なプログラムで、多分なんか日本の政府が IB 教育を日本に広めたいからっていう感じで、なんか英語だけじゃなくて日本語も使えるようなプログラムもなんか許可したっていうか分かんないんですけど、そういう感じらしくて。そうなんですね。あんまり東京にある IB をインターとかだと英語だと思うんですけど、そういうのあるんですね。あんまりまだメジャーじゃない気はするんですけど、その英語で受ける科目はイングリッシュ B と、あとは自分たちで選べるんですけど、私の学校の場合は選択肢はあんまなくて、その数学か美術ビジュアルアーツか、なんだっけな、物理のどれか1個を英語で選択するっていう風な感じでしたね。ランコさんはどれ？私は数学を英語で。そうなんですね。それは中学の時からもう英語を？いや、中学の時は MIP をやってたんですけど、それは全部もう普通に日本語で、それはもうなんていうか学校にいる全員が MIP を
高校1年生まで受けて、高2高3でそのディプロマプログラムをやるかどうかっていうのが本人の意思というか、コース分けみたいな感じで変わってくるっていう風な感じです。で最後の2年間でそうですね 2個どれを2個英語で取るかっていう感じで。じゃあディプロマを選ばない選択もある、そうですね。選ばない場合はどういう勉強するんですか？それは普通に日本の大学受験のための勉強がメインみたいな感じ。そうなんですね。そっちの方が人が多くて。そっちの方が多いね。全然多い。IB 選択してた人だと何人ぐらいいたんですか？私の代は特に一番少なくて、6人とかで。そんなにですよ。じゃあめちゃくちゃ少ないです。そうで、なんか先輩とか上とか下も大体十数人みたいな感じで、あんまりそうですね、数はいなかった。でも IB って6科目でしたっけ？はい、そうです。6科目取るから、それでもしその6人がみんな結構違う感じの科目取ったら、なんか先生ってどうするんですか？先生はなんかその教科によってはマンツーマンのとこもあったりして。で一応なんか公立の学校だったんで、その先生たちも IB の資格持ってる人は持ってるけど、持ってない人は持ってないから、持ってる人がなんかすごい6人でつきっきりじゃないですけど、もちろん普通のそれ以外のコースの授業も持ちながら、その DP のコースも IB のコースも持ってっていう風な感じで。別に日本語で教える分には兼任できるみたいな。そうですね。そうです。そんな学校あるんですね。なんかよく考えたら特殊ですよね。私的にはこれが普通かと思ってるんですけど、違いますよね。多分結構特殊だと思う。でもインターとかにすると、やっぱりその教えられる先生を探すのが一番大変って聞くので、なんか逆によくなんかそのマネージできてるなって今聞いて思います。なかなか大変だとは思うんですけど、なんとかできてるみたいです。IB 取った人、その IB ディプロマ取った人って大体海外大学行くんですか？いや、それがそんなこともなくって、私の代だと私含めて2人だけ海外の進路を選択して。上の代下の代を見ててもそうですね、過半数は日本の大学に行って、海外の大学行く人はどうなんでしょう、3人多くて4人とか3人とかなのかなっていう感じです。あんまりそのイギリスの大学とかにアプライするっていうその風潮がない分、アプリケーション手伝ってくれる人とかもあんまりいなくて大変ですよね。大変でした。なんか私はイギリスの高校から直接行ってるんで、みんなが当たり前のようにこの時期はもうアプリケーション始めてみたいな、で先生も全員サポートしてくれるしみたいな感じで、結構当たり前のようにトントン進められてたんですけど、そこのなんか情報っていうんですかね、どうやって進めたらいいみたいなのはなんかどういうふうになんかどんな人からアドバイスもらったりしてたんですか？まず一番頼ったのはそのインターネットでレディットととか、あとスチューデントルームとかってご存知ですか？なんかイギリスレディットは多分なんかいろんな世界中のなんで掲示板っていうんですかね、なんかスレッド立ててフォーラムみたいなことですね。とか結構イギリス人学生向けの方のもう一個の The Student Room ってやつとかをこうめっちゃ駆使して、なんかどういうプロセスでこう UCAS の選考が進んでいくのかとか、もうひたすら調べまくったり、その大学のこう評判とかも、なんかあんまり普通の記事を見てもこうなんか肌感覚が分かんなかったので、そういう個人個人が、学生がこう聞いてるような、知恵袋的な、ヤフー知恵袋的なところでこうひたすら調べて、いろんな情報が錯綜してはいるんですけど、でもそういうところでこう感覚をつかみながらっていうのが一番大きかったですかね。でもう一人だけ一個上にイギリスの大学に行った先輩がいたので、その先輩にも少し聞きながら、オンラインも駆使してって感じでやってきましたね。すごい、なんか全然私とかもなんか流れに乗ってた感じなので、でも自ら行きたいっていうちゃんと意思があったからできたみたいなことですね。海外の大学行きたいってなった時に、その最初からイギリスが良かったのか、何個か選択肢あったのかっていうのはどうですか？そうですね、イギリスは最初全然考えてなくて、そうなんですね。高校の1年生2年生ぐらいまではすごい漠然と考えていたのは、オーストラリアとかカナダとか、なんだかちょっとよく分かんないんですけど、なんかアメリカは結構最初の方でなんでしょう、なんか
ありすぎて分かんないし勝手ななイメージ高そうみたいなのがあって、うんうんうんまあ、よく考えたらいろいろ奨学金とかもあったりはするんですけど、その時はあんまなんか高そうっていうイメージと、あとなんかアプリケーションがすごい面倒くさそうだなって思って、その IB 使って行きやすいって言われてるようなカナダとか、オーストラリアを考えてたんですけど、イギリスはなんか正直あんまイメージがなかったというか、なんでしょうね、天気悪いとかわかんない、なんか、なんでかわかんないけどあんまり考えてなかったんですよ。ただ高校2年生ぐらいの時に、たまたまなんかまだ専攻は全然決まってなかった中で、なんかこうネットサーフィンしてる時に、私が今学んでいる PP っていうその哲学、政治学、経済学の教科っていうものが存在するっていうのをたまたま知って、でその時にすごいこうビビッときた感じがあって、あ、これすごい面白そうだなって思って、でそれがその PP がイギリスの大学で主にやられてる、でオックスフォードがこう発祥の学問なので、そういうのもあってイギリスも面白そうだなっていうふうに思って、そこからはイギリスに絞って調べていったような感じ。自分がやりたいことを元ピサで見つけて、そこからイギリスにしたと。面白い。PP ってまあ文系の科目じゃないですか。IB は理系と文系どっちも取らないといけないんですよね。そうですね。サイエンス系とかマスとかも全員取るし、そのヒストリーとかの社会科学系のやつも全員取るんですけど、一応なんかその例えば数学でハイヤーレベルを取るかスタンダードレベルを取るかとか、あとそのサイエンス教科を何個取るかとか、ハイヤーかスタンダードかみたいなところで若干こう理系っぽい選択の仕方と文系っぽい選択の仕方はあると思います。文系の方が得意だったら文系をハイヤーの方にするとか、っていうのが一般的なのかなとは思います。私 IB やってなくて、まあ、概要しかわかんないんですけど、6つの分野から1科目ずつ科目は選んで、プラスでなんか Theory of Knowledge とか TOK なんかと、あと Extended Essay っていうなんか課題論文って日本語で言うけど、まあ、論文ってほどじゃないけど長めのこうエッセイ的なやつを書くっていうやつと、あと CAS っていうそのボランティアとか課外活動をやろうみたいなこうリクエアメントがあります。なんかそれが A レベルと全然違う。なんか A レベルはまあ勉強だけというか、3教科ですよね。そうそう、3教科で1年目4教科で、まあ、3教科になるんですけど、そうそう、1年目だいたい4教科取って、まあ、例えばインペリのコンピューターサイエンスとか、マース系のなんかそのもうちょいなんかまあ難しいというか、その学部だとそのまま4教科のままなんか行ったりとかするんですけど、まあ、大体の人は3教科にドロップして、まあ、医学系進みたかったら必須がマースケミストリーバイオロジーだけだから、もうそれしかやらないみたいなそう感じだから、でなんか私は日本にいる時から文系苦手だったんで、そうだからなんかもうちょうどよかったというか、自分の得意なところだけできたんで、まあ A レベルで私は良かったんですけど、そうだから A レベルと IB はその結構違いがあって、でもその代わり IB は多分エッセイとか書くのが大学のでの勉強に近いというか、そうですね、大学でも結構エッセイ的な感じなのかなと思います。結構あれですか、なんかリサーチいろいろ調べてきて、それをまとめてエッセイに書くみたいな。そうですね、なんか教科ごとにその試験以外でその出さなきゃいけないこうエッセイ、評価につながるエッセイがあって、一つずつ最終的にあって、それは教科によるんですけど、大体自分でこうリサーチしたり実験をして、それをまとめて考察をしたりみたいな一通りの流れにはなってます。それも全部日本語の科目だったら日本語でやったんですか？あ、そうなんですね。いや IB は結構みんなって言われます。あ、日本語でしたのみたいな。そう、日本語でっていうのもあって、なんか英語でちゃんとしたこうアカデミックな論文エッセイをちゃんと書いたことってあんまりなくって、それこそその数学で書くエッセイなんて結構数学メインなんで、そんなこうなんだろう、高度なアカデミックな感じにはならないじゃないですか。っていうのもあって、なんか IB で入ったし、まあ、ちゃんと IB で受かったけど大学に、けどなんか実際の授業になってみると、なんかすごいアカデミックライティングのなんかできなさを感じるみたいなことが特に1学期目とかすごいあって、だからそうですね、そういうとこはちょっと苦労したりはしたんですけど、特に PP とかだとめちゃくちゃなんか書きそうだから。
絶望してるんですけど、でもなんとかなります。なんとかまあ慣れていける。エクステンデッドエッセイで書くのは、はい、なんかその自分が選んでる科目から1科目選んでみたいな。はいはい、それはどの科目にしたんですか？私はヒストリーで書いて、ヒストリーは日本語日本語ですね。で取ってたけど、世界史みたいなことですか？授業で扱う内容としては主に世界史で、第一次世界大戦の前後から私の学校では第二次世界大戦後ぐらいまでがメインだったんですけど、私がそのエクステンデッドエッセイで書いたのは特に日本史に絞って書いて、なんかそこは別にその授業で扱ってなくても全然テーマは良くて、ただ教科がその取ってる授業であれば何でもいいみたいな感じだったと思います。今大学で勉強してることも、ちょっとそのヒストリーも絡んでるみたいな。そうですね、結構なんか根本では絡んでるかなと思って、私がそのエクセンデッドエッセイで選んだテーマが日本での大正時代に男性に対して普通選挙権が与えられたっていうその法律の成立についてを、どういう要因でその成立に至ったのかみたいなところをこうなんていうの、民衆のその運動、社会運動とか、政党側のこういろんな思惑みたいなところとか、いろんな観点からこう分析していったんですけど、それは結構なんか選挙っていうところもそうですし、一つの法律がこう通るまでにどういったこう世論の変化とか、なんかどういう経緯でその何か一つの社会的な政策が変わるのかみたいなところにつながってるかなと思って、そういったところは結構 PP の中でも特にポリティクスとかもそうだと思いますし、結構こうなんかいろいろ元をたどれば、ポリティカルフィロソフィーとかにもつながってくるのかなと思って、確かにそのあたりは結構全部つながってるから、まあその3つの学問が一括りみたいなところも多分あります、あれですよね、オックスフォードの PPE って結構プライムミニスターめちゃくちゃなんか輩出してますよね、そのイメージが。でもイギリスで勉強されてる学問っていうのは知らなかったです、今聞いて初めて。なんか確かにまあ日本だとないけど、そのなんか一括りにしてるのはないけど、そうですね、なんか他の国にもあるとこはあるけど、ただそのほぼ全ての大学を見てどこにでもあるっていうのは結構イギリスがだけなのかなと思って、そうですね、大体の大学にはあるのかなっていうふうな調べてて印象があります。なるほどなるほど。そういうきっかけで、まあ、大学イギリスに決めて、じゃあイギリスの大学受験についてもいろいろ聞いていきたいんですけど、イギリスの大学の出願の準備はどれくらいの時期に始めましたか？8月か9月ぐらいに始めた気がするんですけど、最初はなんかその IB の試験が11月にあったので、そこの直前だったっていうのもあったし、他のいろんな奨学金とか、あと日本大学も一つ出したので、その準備にも追われてたので、なんかでもなんかしないとやばいっていう気持ちはあったので、とりあえず確かすっごい適当なこうドラフトを完成させて、で試験の後にまで眠らせといたみたいな感じでしたね。大学始まる1年前のそうですね、1年前の9月あたりから、そのパーソナルステートメントとかは始めて、で11月 IB 試験だったんですよね。そうなんです。夏じゃなくて IB2 回試験があって、5月の試験と11月の試験があって、結構日本の高校、日本の普通の一条校の IB だったら、結構11月試験がメインだったり。あ、そうなんですね。受ける人数は11月の方が圧倒的に世界的に見ても少ないんですけど、多分オーストラリアとかの学校も多分新学期が1月とか2月わかんないですけど、だから日本みたいな感じで11月に試験があったりする。あ、じゃあ IB 校だったけど、年度は普通に4月から3月みたいな。普通の一条校で公立の学校だったんで、だから11月は結構、まあ、納得かもしれない、なるほどなるほど。じゃあその11月試験後に、ユーカスのアプリケーションを提出した、その後にオファーをもらったと思うんですけど、まあ、オファーっていうのは条件付き合格で IB のそのポイント、何ポイント以上取っててとか、なんかまあ条件他にもある場合あるんですけど、それを最終的に満たしてたら大学に入れるっていう感じなんですけど、その IB の試験、ユーカス出す前にもうその本番の試験受けたってことですね。ただ結果はその1月の上旬に届いたんで、でアプリケーションしたのが12月なんで、まだ結果最終スコアは分かんないまま
出したんで、そのプレディクテッドスコアで出しました。じゃあ出してでもし満たしてなかったらまた春にもう一回受験できるみたいな感じですか？その IB をですか？ IB 私の学校は多分それはできなかったんですけど、多分学校によってはそのリシートはできるのかな。なんか私の感覚、はい、大学の1年前ぐらいにユーカスサブメッチします、でそれでオファーのグレードが分かるから、そっか、試験の前に分かっちゃう、そうだからそのグレードに向けて勉強するみたいな、じゃあ結構低かったらそんな勉強しないとかそういうのもあったりみたいな。もうなんか余裕そうなやつだったらちょっと満たすの難しそうなのに全振りするとか、そんな感じでプランニングするんで、今聞いててなんか逆っていうか、なんかだからもしオファー満たさなかったらどうするんだろうって今思って、確かにでも蘭子さんの場合はちゃんとオファー満たしててみたいな。そうですね、その試験終わった直後に出したんで、なんかまだ自分のスコアがどれぐらいなのかもよく分かんないまま出したっていうのもあって、若干こうなんかリスクを回避じゃないですけど、ちょっとなんか受かりそうなやつ多めにみたいな、ちょっと低めの大学もちゃんと出してみたいな感じで、なるほどなるほど、そうですね、ちょっとなんか滑り止め的なを出して、一条校だから3月に卒業して、そうです。で9月までは暇、学校はないみたいな、そのパターンの方と初めてお話ししたから結構面白い、新発見です。何人か知ってます、こういう感じの人は。ただ多くはないかなと思います。アプライする大学はどうやって選んだんですか？まずなんか PP やってる学校リストみたいなやつがネットで調べて、本当か分かんないけどあって、一応それをまずスプレッドシートに全部こう書き出して、で次に IB でその求められてるこう点数順に並べ替えて、でその隣にいろんな英語の要件とか、世界ランキング的なやつを 2,3 個書き出していって、それぞれの大学のやつを、で学費書き出して、でなんか学生の満足度ランキングみたいなやつもいろいろ書きながら、あと奨学金の有無、その日本の奨学金もらえるってあんまり思ってなかった、予想してなかったんで、大学からイギリスの大学であんまり数はないけどその奨学金出してる大学もあったりしたので、そういう大学その奨学金の有無とかも書いてったりして、でなんかまずすっごい低いやつは消して、であとは一応柳井とか笹川奨学金の財団の奨学金とかも受けるつもりではいたので、一応そこのリストに入ってる大学をいくつか考えたりして、であとはそのなんか IB の試験で失敗したっていうか、あんまり点取れなかった時用のちょっと低めの大学と、あとちょっと受かるか分かんないけどみたいな大学と、いろんな塩梅を考えながら、でも主には結構奨学金取れないと思ってたので、大学からなんか授業料免除とかやってるような大学を結構受けたりはしましたね。UCL 自体で奨学金ってある？ UCL はその日本人がもらえる奨学金はなかったんで、そこはちょっと賭けじゃないけど、その他の日本の奨学金受かったら行きたいなっていう風な感じで UCL ピックアップして、あとの4つは確かいくらかの奨学金は大学から出るようなところを選んだような気がします。UCL はその柳井とか笹川から出るかなってことですよね。結構データちゃんと集めて分析してバランスのいいところ、結構日本の大学受験と全然プロセス違うと思うんですけど、イギリスの大学出願プロセスの中でなんか一番大変だったなって思うことってありますか？志望校選びがやっぱり一番大変だったなと思って、なんか行きたい、すごい面白そうだし、結構こう評判もいい大学がいくつもあったりはしたけど、ただそこに受かったとしても金銭的に多分いけないだろうなっていうのが、その奨学金もらわないといけないだろうなっていうのがもうたくさんあって、でもその日本の奨学金の倍率を考えたらそこにこう頼り切るっていうか、そこを前提で大学をこう選ぶのはすごいリスキーだなって思ったのもあって、なんか今思ったらもうちょっとなんかいい大学って言ったらですけど、もうちょっとこうレベルの高い大学も受ければよかったなと思うんですけど、なんか当時はすごいそこの金銭面と行きたい大学とかのこのなんていろんな葛藤みたいなやつはあったし、なんかなんて言うんでしょう、ランキングとかはあるけど、それだけじゃないと思うし、
実際に実際の生徒がどう思ってるのかとか、イギリス国内でどういう見方をされてるかっていうところが、日本にいると本当に全然分かんなかったので、そこもインターネットでなるべく調べてリアルな情報は得るようにはしてました。UCL 入って良かったですか？だったと思います。UCL すごいいい学校だと思う。すごいなんかインターナショナルだし、そうですね、結構セントラルロンドンにあるから真ん中で、すごい。私インペリアルだったけどUCL の近くに住んでたんですよね。そうなぜかどこら辺でした？ウォーレンストリーっていうめっちゃ近く、そうなんですか？ UCL の近く、なんか逆にインペリに遠いみたいな感じで、でもインペリメインキャンパスサウスケンデントンだけど、一応医学部はいろんなとこの病院で2年目以降はやるんですよね。レクチャーとかあとラボみたいな。なので結構そのパディントンの方にある大学病院とかあって、そこにいつもリージェンツパークだっけ、リージェンツパーク来て自転車で通ってたりとかして、そうなんですね。そうみんなだから、他の学部の人とあんまり合わなかった。なるほど。そうなんですね。それは知らなかったです。そうなんですよ。